奈良時代後期の神護慶運4年、蝦夷の死活の乱を平定した聖徳天皇は、鎮護国家を記念するため、無垢上皇大陀羅尼経の導きに従って100万の木製三重鐘塔を作り、奈良の諸大寺に奉納します。その刀身には一辺の陀羅尼が収められていました。陀羅尼とは、仏法五字の力を持つとされた呪文で、漢訳仏典中にインドの言葉の音を漢字で写したものです。無垢上皇大陀羅尼経には陀羅尼を書写することの功徳が記されていますが、現在法隆寺に伝わったその実物を見ると、高さ5センチ大の紙片に印刷されたものです。これらの遺品を一般に100万頭陀羅尼と呼んでいます。こちらには法隆寺から流れ出まして、当指導文庫で保管をしている100万頭陀羅尼の塔と陀羅尼のセットが実物がございますけれども、刀身と言いましたのは、この塔の内部でこの双輪塔の部分が外れるようになってまして、この中にこちらの擦物を収納していたと、そういう構造になっています。今はこれは裏打ちをして伸ばしていますけれども、元はこうくるくる巻物のように巻いてこの中に収めてあったというものです。中身が印刷をされたものになっています。100万頭陀羅尼は印刷年が東大寺要録の記事によって知られるため、世界最古の印刷物とされてきましたが、今日ではさらに建立の古い新羅仏国寺の釈迦塔に収められた無垢上皇大陀羅尼経の印刷本や、中国は聖域出土の版行により早い成立の可能性が認められています。また隋代成立の華厳経の注釈書中に経文の印刷を思わせる記述があり、いずれも7、8世紀に中国周辺で仏教の印刷が始まっていたことを伺わせます。100万頭陀羅尼の印刷方法は従来論争の種となっており、木版か銅版か、また版を固定し印刷したか、紙を固定し版を押し付けたかなどの議論が続いています。その性格を考える上で指摘したいことは、短い呪文を万の単位で複製するために取られた特殊な方法によっているだろうという点です。それは後世の版本のように複数の版木を連続的に使用したのではなく、それぞれ独立した内容の版木を個別に繰り返し用いるという方法です。印刷に用いる版木を古くは型木と称しますが、型木には衣服の文様のすり出しに用いた実例があり、仏の肖像を繰り返し刷った印仏の工夫にも近いものと思われます。